皆さんこんばんは、さちです。デザインに入る前にずっと憧れていたあれが YouTube から届いたので開封していきたいと思います。本当に楽しみにしていた瞬間です。素敵なメッセージが入ってました。始めたばかりの頃を思い出します。それではいきますよ。3、2、1、じゃーん。なんと銀の盾をいただきました。画面の中でしか見てなかったものが手元にあるだなんて信じられない気持ちです。これは一生の宝物。ビニールから出してみました。私の名前が入ってるの嬉しい。銀の盾をいただけたのも皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。これからも参考にしてもらえるよう頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。それではデザインに入りますね。今回はこちらのポリッシュを使って視聴者様からのリクエストでスパークリングジュビリー風のデザインをやっていきます。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それではスタート。ベースコートはノイロのリビルドコートを使いました。まずは DIA の SE33 番を使います。SE33 番を親指と中指に塗っていきます。細かいラメが入った透け感ホワイト、スパークリングジュビリーがキラキラのイメージだったのでラメ入りのカラーを使いました。少しムラになりやすいカラーですが、今回のデザインではムラは気にしなくて大丈夫です。ケイトの BU2 番とベースコートを使います。BU2 番を人差し指の爪先4分の3くらいに塗ります。綺麗な水色のラメで過去にも何度か使用したカラー。カラーが乾く前にベースコートで境目をぼかします。ほんのり透け感のあるラメカラーなので軽くぼかすだけで綺麗に馴染んでくれます。あまりハケ圧をかけずに優しくぼかしてください。ハケはキッチンペーパーに拭き取ります。薬指も同じように爪先に塗っていきます。ぼかす時のベースコートの量はハケ先にほんの少しで、ハケは寝かせながらぼかすようにしてください。今回はメインのアートが結構大変なのでサブアートから仕上げていきます。小指には BU2 番を全体に塗ります。このブルー本当に綺麗なのでおすすめです。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。カラーが乾いたら親指と中指に2度塗り目を塗ります。親指と中指にはメインのアートをやっていきますが、今回のデザインは過去一時間がかかりました。慣れてる方はささっとできちゃうかもですが、私はそこまで器用な方ではないので両手で4時間くらいかかりました。できるだけ忠実に再現したいと思い頑張りました。人差し指と薬指の根元の空いている箇所にも塗ります。根元の際の部分に液を置いたら、そこから爪先に向かって薄く伸ばすように塗ります。液量はハケ先にほんの少しで大丈夫です。境目は薄くなるように軽くぼかすようにすると綺麗に仕上がります。爪先に塗ったブルーにも少し重なるくらいまで塗ってください。ここでは乾燥時間は取らずに次に進みます。チフレの971番とベースコートを使います。971番とベースコートを1対1くらいで混ぜて薄めたら人差し指の爪先に重ねていきます。薄めたカラーを先端にボテッと多めに置いたら、そこから中間に向かって伸ばすように塗ると境目が薄くなるので自然に仕上がります。薄めて塗ることでぼかすのが苦手な方でもやりやすいと思います。薬指にも同じように爪先に重ねていきます。ここまで塗れたら2分くらい乾かします。爪先をもう少し濃くしたいので、濃さを足したい部分にもう一度重ねていきます。1回目よりも少なめに液を取って薄く重ねるようにしてください。DIA の SE31 番を小指に重ね塗りします。スパークリングジュビリーが緑みのあるブルーのイメージだったので薄いターコイズグリーンを重ねました。
ここまで塗れたら2分くらい乾かします。BU2 番を使います。ハケの余分な液を落とした状態でネイビーの境目に重ねます。結構しっかりめに落としたのですが、思ったより濃くなってしまいました。カスカスになるくらい液を落とした方が良さそうです。これでネイビーの境目のあらをごまかせて、より綺麗なグラデーションに仕上がります。乾かしている間にメインを少し進めます。ネイルホリックの WT080 番を使います。WT080 番でラインを描いていきます。これはスパークリングジュビリーのミッキーの衣装を参考に描いてます。この後ラインで区切ったブロックごとにカラーを塗っていくので、太さが均等にならなかったり歪んでしまってもこの時点では気にしなくて大丈夫です。ハケ圧をかけてしまうとラインが太くなってしまうので、できるだけハケ圧をかけずに描いてください。中指にも同じようにラインを描いていきます。こういう細かい作業をするときってぐっと力が入りがちですが、力が入ってしまうと余計にプルプル震えてしまうので、力を抜くように意識して描いてみてくださいね。SE31 番を使います。SE31 番を人差し指と薬指の爪先に重ねていきます。ブルーの部分に薄く重ねて緑みを足します。ここまで塗れたら2分くらい乾かします。SE33 番を使います。ハケ先に少しだけ液を取ったら人差し指の根元に重ねていきます。最初と同じように際の部分に液を置いたら、そこから薄く伸ばすように重ねてください。薬指にも重ねます。ブルーとの境目が濃くなってしまった場合はベースコートでぼかしてくださいね。このままメインアートをやっていきます。SE31 番を使います。SE31 番をパレットに出して細筆に取ったら、親指の根元の三角のところを塗りつぶします。細筆はダイソーのライン筆を使ってます。かなり使いやすいので、見かけたらぜひ買ってみてください。筆全体にカラーをなじませてからたっぷりめに液を取るようにすると塗りやすくなります。左端の三角のところにも塗っていきます。メインアートはこんな感じでひたすら塗りつぶしていきます。一つずつ塗っていくので時間がかかってしまいますが、完成した時の達成感が今までで一番でした。白いラインからできるだけはみ出さないように塗っていきますが、はみ出してしまっても後から修正できるので大丈夫です。中指も同じように2箇所に塗っていきます。少しずつ塗ってもムラはそんなに気にならないので、ゆっくり塗って大丈夫です。手はもちろん目も疲れるので、休憩を挟みながら塗る方がいいと思います。細筆は薄め液を含ませたキッチンペーパーに拭き取れば繰り返し使えます。BU2 番を使います。同じようにカラーを細筆に取ったら、先ほど塗ったターコイズブルーの間の部分に塗ります。こちらのカラーは3箇所に塗っていきます。ひたすら塗りつぶしていくだけなので、2つ目のブロックからは3倍速でお送りします。私の場合はまずは枠のところから塗って、その後に中を塗りつぶすように塗るのが楽だと感じます。正解はないので、塗りやすいやり方でやってみてください。あと細筆もライン用の他にアート用の短いタイプもあります。アート用の方がやりやすいと感じる方はそちらを使っても OK です。中指も3箇所に塗っていきます。中指は爪が小さい分一つずつの枠が狭くなるので、親指よりもさらに細かい作業になります。細筆を使い慣れていない方は一度ネイルチップなどで練習しておくといいですよ。971番と BU2 番を使います。971番と BU2 番とベースコートを1対1対1くらいで混ぜて少し濃いめのブルーを作ります。調色したブルーを細筆に取って4箇所に塗っていきます。カラーを混ぜて作ってから塗っていくので、この工程が一番時間がかかります。
朝食したものはだんだんと乾いてきてしまうので、乾いたらまた混ぜ直してから塗っていくため時間がかかってしまうんですよね。使用カラーが多いと真似しにくいかなと思ったので、できるだけ少ないカラー数でできるように朝食しました。同じくらいの濃さのカラーをお持ちであれば、そちらのカラーを使っていただいた方がいいです。爪先の部分は少し広めなので、ベースコートのハケである程度塗っておくと楽かと思いましたが、薄くなってしまったので、結局細筆で全体に塗りました。もう一度重ね塗りすればよかったかもしれないです。中指も同じように4箇所に塗っていきます。私はミッキーの衣装の画像を見ながらカラーを塗っていますが、キャラクターによってラインの位置も色の配置も違いました。お好きなキャラクターの衣装を参考にしてみてくださいね。971番を使います。971番を残っているブロックに塗っていきます。カラーを塗ってみて思ったのですが、ベースカラーは2度塗りではなく1度塗りでも良さそうです。ターコイズブルーが透け感発色だったのでベースを2度塗りしましたが、1度塗りで十分綺麗に発色すると思います。爪先はハケで塗れるところまで塗ってから細かい部分を細筆で塗っていきます。中指も残りのマスに塗っていきます。こんなに頑張って塗ってますが、夢の国に行く予定がないんですよね。ネイルだけでもジュビリー気分を味わいたいと思います。やっと最後のマスまで来ました。全部に色が入るとほんと可愛いですよね。カラーがはみ出してしまったところはもう一度ラインを描きます。ここまで塗れたら2分くらい乾かします。ベースコートを使います。ホワイトのラインの上にベースコートを優しく重ねます。これはトップコートを塗った時にラインがにじむのを防止するためです。ハケを横に動かすとカラーを引っ張ってにじんでしまうので、スタンプを押すようにトントンと優しく重ねてください。ここまで塗れたら2分くらい乾かします。セリアの丸ホログラムのシルバーを使います。ジャンコードはこちらです。糊代わりにベースコートを薄く塗ってホログラムをつけていきます。爪楊枝の先端にベースコートをつけてホログラムをキャッチすると狙ったところにつけやすいです。私の目にはシルバーに見えたのでシルバーを使いましたが、画像によってはゴールドにも見えたのでどちらが正解かわかりませんでした。お好きな方を使ってください。小指の根元にも一つだけつけます。トップコートもリビルドコートを使います。トップコートが塗れたら30分くらいしっかり乾かします。スパークリングジュビリー風ネイルの完成です。衣装を参考に考えてみましたが、雰囲気伝わりますか？個人的にはいい感じにできたんじゃないかなと思います。使用したものをまとめます。右手はこんな感じです。利き手に柄を描くのは悩んだのですが、薬指1本だけ頑張りました。ちなみに右手親指の根元にはパールをミッキーの形につけてます。結構時間がかかるデザインなので、柄は親指1本だけとかにしても全然可愛いと思います。夢の国に遊びに行かれる方や凝ったデザインに挑戦したい方はぜひ参考にしてみてくださいね。次回は不器用さんでもできちゃう複雑めなマーブルネイルをご紹介します。次回もお楽しみに。またねー。